取られない王手応用編ということで、引き続いてタダで取られない王手をやっていきます。さあ、この局面を見てみましょう。この玉は、いろんな自分の駒で守られているんですが、この角と桂馬がありますと、7四桂と相手の歩の頭に桂を打つ手があるんですね。これは王手になってますね。桂馬跳ねますので。でこれ打った時に歩で取られてしまうんではないかなと思った方もいるかもしれません。ただ取るとこの角が効いているので取れるので、この桂打ちは歩で取ることができないんですね。なのでこの桂もタダで取られない王手になっているんですね。それではこちらもご覧ください。はい、こちらの局面は竜で王手をかけているところです。こういった時にこの形はですね、一間竜という形なんですが、一マス空いて竜がいる形ですね。一間竜と言います。王手をかけられたので相手は金を打って受けてきます。この時にタダで取られない王手ができます。こちらに2三金と打つ手です。この手を打つとこの金で取られてしまうんではないかなと思うかもしれません。取ってみましょう。そうすると竜で王手になっているので取られてしまいますね。ですのでこの2三金という手も実はタダで取られない王手になっています。そして持ち駒に銀があるときは、他にも手があります。今のように2三銀と打つ手もあるのですが、2一銀とこちらから打つこともできます。これもタダで取られない王手になっています。この金で取られそうなのですが、竜で取ることができるので、これもタダで取られない王手になっています。この一間竜という形は実戦でもよく出てくるので覚えておくといいでしょう。それでは考えてみようのコーナーです。それでは考えてみようのコーナーです。こちらの局面、飛車で、王手をかけたいところなのですが、持ち駒に金がありまして相手も金もあります。ここでタダで取られない王手が2通りあるのですが、どちらの方がいいでしょうか。考えてみましょう。はい、わかりましたでしょうか。さあ、まず王手のかけ方、タダで取られない王手を飛車でやってみるのですが、こちらから5一飛車成といって王手をかける方法と、この横からいって1三飛車成で王手をかける方法と2通りあります。さあ、これのどちらがいいかということなんですが、5一飛車成とタダで取られない王手をかけた時に2一金と金で受けます。さあ、この時に先ほど一間竜を勉強したということで2二金と打つ手を考えた方もいるかもしれないのですが、確かにね、金で取ると竜で取られてしまうのでタダで取られない王手になっていそうなんですが、これは実は王様で取られてしまうんですね。なのでこれは実は一間竜にはなってないんですね。ちょっと離れてしまっているんですね。さあ、もう一つの王手の方法、こちらですね。1三飛車成、こちらもまずはタダで取られない王手に第一段階になっていますね。そして1二銀と合駒をします。さあ、この時
先ほどはね横の一間竜をやりましたが、これは実は縦の一間竜になっているんですね。一つ飛んで竜がいるという形です。この場合は実はとてもいい手がありまして、2二金と打つ手があります。これもタダで取られない王手になっています。金で取られてしまいそうなんですが、竜でね王手を玉を取ることができます。そして先ほど、玉で取られる手があるというのをお伝えしたんですが、この場合は一間竜で竜がここにいますので、竜で取られてしまいます。ですのでこの2二金は玉でも金でも取れない駒になっています。今日はタダで取られない王手応用編ということでお伝えしました。一瞬タダで取られそうな時に、桂馬を打った時に歩で取られそうな時に角が王手で効いていたり、今回のような一間竜、タダで取られそうなんですが飛車や竜で王手になっているという形は実戦でもよく出てくるので、しっかりと勉強してください。